皆さんこんにちは、ナミです。今回は和裁の基礎縫い運針について紹介していこうと思います。運針とは針を運ぶと書いて運針。着物を縫うための基礎縫いで並縫いのことを言います。では指側の説明をしていきます。自分の利き手に合った中指の第二関節の上部に指側をはめます。私は右利きなので右の中指の上部、ここですねにはめます。左手が利き手の方は左手の中指の上部、こちらにはめてください。で、動画では私は右利きなので右利きの説明をしていきますが、運針のやり方は左利きでも右利きでも同じなので左右対称になるように考えてみてください。ではまず軽く縫っていこうと思います。まずこちらの針ですね。糸が通ってる方が頭で、こちら針先ですね、尖ってる方ですね。この指側ですが、針の頭が中心に当たるように意識をしてください。こちら側でもなくこちら側に行き過ぎることもなく、中心を意識しましょう。ちょっと一針落として、先ほど言ったように針の頭が指側の中心が当たるように意識して、人差し指はこの布の向こう側、親指は手前があるように布をつまみます。針も今つまんでます。そして左の手はだいたいそうです、人差し指1本分ぐらいですかね。遠くと難しいのでくらいにして、しっかり上下運動、こんな感じですねをしています。で、右手ですね。右手は中指のこの指側の中指で針を押している感覚ですね。布を手繰り寄せている感じではなくて、中指で針を押して縫っていく感じですね。人差し指、親指は今見てるように少し動いてるのがわかると思うんですが、手繰っているのではなく針を支えている感じですね。で縫っていきます。今かなりちょっと難しいので、また別々で詳しく説明していこうと思うのでよろしくお願いします。では先ほど言ったように針を持つ練習をしましょう。こちらですね、中指の指側の真ん中が頭が当たるようにして持ちます。こちら側でもなくこちら側でもなく、上すぎず下すぎず、ちょうど真ん中ですね。これが難しいんですけど、最初なので頑張りましょう。この真ん中を当てて、人差し指、親指でつまんで、結構分かりますかね、中心にかなり私が人差し指と親指が寄ってるのが、これの指をちょっときついんですが、最初は練習していこうかなと思います。指が硬いとだんだんこっち側になってきちゃうんですけど、そうすると運針のまっすぐな目がちょっとできなくなっていくので、なるべく中心にといったように針が来るようにしましょう。で、最初は指が硬くて可動域が少ないと思うんですが、こうではなくてちょっと寄り気味、こうですね。こうではなくてこうですね。針を持ってみましょう。こうではなくてもっとこう、なるべく中指側に行くようにしましょう。では練習をしていきます。この針をですね、これ板なので刺さるんですけど、何か刺してもらってグッと、こんな感じですね。今針が板に刺さってる状態です。そしたらこの中指の中心ですねに針の頭を当てます。そしたら人差し指、親指を添えます。針にですね。そして1212と人差し指、親指、人差し指、親指、これが基本の形ですね、運針の。これで練習をしていきましょう。1212と中指の真ん中に針の頭が当たるように調節したら、人差し指と親指を添えて
121212と、これが運針の練習、基本の練習ですね。中指がしっかり頭が当たってます。はい、では左手の運針の動きの練習をしていきます。右手はそのまま動かさないでください。左手を上下上下とまっすぐ上げてまっすぐ下げます。この時に斜め手前すぎたり奥すぎたり、逆にこっちも下ですね、手前すぎたり奥すぎたりすると歯縫いといって縫いの歪みの原因になります。なのでここはしっかり上真上しっかり真下で上下運動をするようにしましょう。1212といった感じですね。では以上の練習を応用して本番で縫っていこうと思います。で最初の方は細かく縫えないので大きい縫い目で大丈夫です。大きい縫い目で歪んでいようが大丈夫なので形を覚えるようにしましょう。では一針を落として、で先ほどの動画の言った通り頭が指皮の真ん中ですね、真ん中に中心に当たるように、ここですね、中心に当たるように位置つけたら、人差し指が布の向こう、親指は手前で布を挟みます。針と布を、今針はこちらですね、親指の方向に出ています。左手ですね、左手はしっかり上下上下上下を意識しましょう。ちょっと手前に引いたり奥に行っちゃったりはしないように、上下上下を意識します。ではいざ縫っていくんですが、この時ですね、布が上に行った時にどうしてもこう上に引っ張られますよね。それを支えるために親指で針を支えます。上に行かないように、こんな感じですね。そしたら中指で押します。今針が出てるのが分かりますね。そして次下ですね、布を下にします。そして人差し指で針を下に行かないように、針下げが下に行かないように支えます。そして中指で押します。今針下げが出ましたね。で次また上でこう布が上に行かないように親指で支えて中指で押す。今針が出ましたね。で下に行って人差し指で布が針先が下に行かないように支えて押す。これの繰り返しですね。そうしてやって運針を縫っていきます。最初の方は縫い目が大きくても歪んでても大丈夫です。でこちらの運針ですね、基本運針は1寸間に8目入ってるといいと言われてます。8から9目ですね。ちょうどこれが下のものが123456789かな、8から9目入ってる目がこちらですね。基本はこの目を出していきます。で合わせ着物になると萩縫いという箇所があるんですが、細かく八掛けと胴裏を別の生地の場合は細かく縫わないと、生地が違うので細かく縫わないといけない箇所はこのように10目で縫う箇所もあります。12345678910目ですね。もしプロになると試験などではこの細かい目で縫わないと減点になる箇所もあるので、プロの子はここも縫えるようにしましょう。でも基本はこの8目で大丈夫です。じゃあこちらの2つが少しダメな縫い方なんですが、上のものは一見こちらから見るとまっすぐだし縫い目も同じ均等さがあるんですが、後ろを見ると分かりますかね、ちゃんと糸が飛んでる状態ですね。これを飛び目と言います。ちゃんと後ろの布がすくえてないのでこれはダメです。でこちらの下のものですね、これは歯縫いって呼ばれるもので、もう極端に私が縫ってみたんですけど、カタカナの歯のように歪んで縫えてガタコトガタコトと歪んでなってしまっているのが歯縫い。これも良くないですね。
これがなぜ良くないかというと、まず糸しごきが出にくいのと、キセムラになるし、キセがかからない、いろいろ原因があるので、この2つはなるべく起こらないようにしましょう。はい、では実際に掛け針を使って練習をしていきましょう。この掛け台を使用しても大丈夫ですが、私は県庁機を使って縫っていこうと思います。この掛け台と県庁機の紹介は道具の紹介動画で出しているので参考にしてみてください。でまず掛け針ですね。この付け方なんですが、正解はないんですけど、掛け針の使い方を知ったとしては、この縫いの延長上を挟んで使います。で私はこうやって端のつまんだりするんですけど、途中で縫っていくとここら辺ですねまで縫っていくとしたら、布をこう一回折ってつまんで、こんな感じでつけていくといいと思います。一回折る感じですね。では一回折る感じでつまんで、この時県庁機掛け針は布とまっすぐ、紐と布がまっすぐ延長になるように意識しましょう。でこの時にこうたるんでいたりするとまっすぐ縫えないので、しっかり貼ります。でこの状態でしっかり貼って縫っていきますね。でこの時針を一つ落とすんですが、このように針が斜めの状態、こんな感じですね。でスタートしてしまうと刃縫いの原因になってしまいます。なので最初の一目は必ずまっすぐ針を落とします。でこの時にですね、針が歪んでないか、針の頭を持ってくるくるすると、針が歪んでる針だと針先がぐるぐる回ったりするので、それをチェックしましょう。必ずまっすぐの針を使いましょう。まっすぐの針を使わないと歪みの原因にもなります。で針をまっすぐ刺したら、だいたい手幅1つ分左手は手幅1つ分離したところを持ちます。そしたら人差し指を布の奥ですね。で親指は手前、針の頭が指皮の真ん中が当たるようにつまみます。でつまんだら動画で説明した通りに指を動かしていきます。で左手を真上にしたら、布が上につられないように親指で支えます。そして中指で押します。次ですね、布を下にします。で布が下に行かないように人差し指で支えて、中指で押します。これの繰り返しです。上に行ったら親指で支えて、中指で押す。真下に布を押して人差し指で支えて、中指で針を押す。この繰り返しです。でこの時にですね、この形を意識しすぎて掛け針がどんどんたるんでいってしまわないように、掛け針はしっかり貼ります。この状態でいきましょう。でこの時にですね、この針先と掛け針がちゃんとまっすぐで、こう上に行ったり下に行ったりいかないようにしましょう。歪みの原因にもなってしまうので、ちゃんと針と掛け針はまっすぐ、なるべく動きがないように。右手は固定です。この状態で上に行ったら親指で支えて、中指で押して、下に行ったら人差し指で支えて押して、上に行ったら親指で支えて中指で押して、下に行ったら人差し指で支えて押して、針がちゃんとこう上に下に行っていかないように、親指と人差し指で支えてきっちりまっすぐにしていきます。刃縫いの原因は、この時に手の動きが奥だったり手前だったりしてしまうと刃縫いになってしまうので、きちっと真上、きちっと真下で縫っていきましょう。では慣れてきたら目を細かくしてみましょう。だいたい1寸間に8から9目入れると良いです。目は均等、大きすぎず小さすぎず、いきなり大きくなったりちっちゃくすると見栄えが悪いし、しっかり縫えてないので、均等な縫い目、表も裏も
同じ大きさの縫い目が出るようにしましょう。では縫い目の大きさとしては1寸間に8から9目、だいたいここら辺ですねが出るのが良いです。あと8から9目まず最初に出すのは難しいので、大きい目でも大丈夫なので表と裏が同じ大きさの目を出すように心がけましょう。今だいたい一緒ですね。あとだいたいまっすぐですね。こうやって見ると分かると思うんですけど、だいたいまっすぐでだいたい均等の目で、だんだん細かくしていきましょう。でこの時にですね、私わざと縫ってみたんですが、ここ表から手前から見るとここがポツになっているのが分かりますね。で後ろに向けると後ろが2になっています。ちょっと縫い目が大きいですね。これは均等ではないので、こうならないようにも注意しましょう。こちらの表も裏もだいたい同じ目、同じ大きさの粒が出るようにしましょう。これが綺麗な運針です。